皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題はウクライナの戦況解説です。現在世界的なニュースとしてはイスラエル情勢が非常に注目されているわけですが、だからといってウクライナの戦場においてロシア軍が手加減してくれるわけではありません。現在東部戦線においては激しい戦いが続いており、イスラエル支援に力を入れているアメリカもウクライナに対してATACMSミサイルを供与して、その攻撃にはかなりの成果が出ています。今回の動画においては、東部戦線における激戦とアメリカが供与した ATACMS がどのような戦果を上げたのかを注目していこうと思います。それでは早速、ウクライナの戦場で何が起こっているかを見ていきましょう。戦況解説には戦争研究所の発表している地図を元にして皆さんにご説明していきます。赤く塗られている部分がロシア軍の占領している地域です。まず第一に東部戦線、アウディイウカの戦いは、激しい戦いが現在もなお継続中です。ただし、全体の傾向とし得ることなのですが、ロシア軍の突撃に伴って、多くの兵器、戦車、装甲車、歩兵戦闘車、さらには戦いに加わっているロシア軍の火砲などもかなりウクライナ軍の反撃にあって撃破されています。しかし、それでもなおロシア軍の攻撃は未だに続いているようなのです。そうした状況もあって、ウクライナ軍の日々の情報公開においても、ロシア軍の攻撃を撃退したという内容が続々と公開されています。今回アウディイウカの戦いでの特徴は、ロシア軍は歩兵を主体とした突撃ではなく、兵器を前面に出しての大規模な攻勢を仕掛けているところです。しかし、公開されている映像からもわかるように、迎撃するウクライナ軍はドローンを飛ばし、ロシア軍の動きを徹底的に監視しています。そのような状況下で砲兵隊とよく連携し、ロシア軍の動きを止めています。アウディイウカはもともとロシア軍と対峙している期間が長いために、対戦車地雷などもかなり濃密に仕掛けられているところで、そう簡単に前進できるわけではありません。それでもなお突撃するからには、ロシア軍はかなりの損害を毎回のように出しています。続いての動画においても、ロシア軍の戦車や歩兵戦闘車、装甲車などが列をなしてウクライナ軍側に攻めかかっています。しかし、それらの車列に対して猛烈な砲撃が加えられて、多くの装甲車両が撃破されています。続いての動画においても、ロシア軍の車列が撃退されています。似たような動画に思えるかもしれませんが、それぞれ別の場所における戦闘です。ロシア軍の車列、戦闘グループだけはなんとか前へと進むことができたようですが、中段のあたりに砲撃が加えられることによって足止めができ、それ以後においてロシア軍の攻撃は停滞しています。前方に突出した部隊は結局のところ核攻撃波の対象となり、この攻撃においてもロシア軍の攻撃は成功しませんでした。最後には炎上する戦車や装甲車だけが平野に残されることとなります。あまりにもロシア軍による攻撃に伴って多くの兵器が撃退されていることから、一体どのようなことになっているのかを衛星写真を元にして分析した人がいます。こちらはアウディイウカ周辺の衛星からの写真です。赤く囲った部分を分析したところ以下のような結果が出てきました。この小さく一つ一つのポイントを白で押さえて、それを拡大したものが四角く抜き出されています。ロシア軍は戦力を投入したんだけれども、それらがほとんど鉄くずに変えられてしまったということがかなり印象深いものです。アウディイウカ周辺の戦況図です。ロシア軍は主に町の南北において前進を果たし、アウディイウカを直接落とすのではなく、町全体を包囲することによって締め上げようとしています。このような動きに対してウクライナ側も徹底抗戦しており、ご紹介したような数々の撃退を果たしています。しかし、攻撃が続いている以上、ウクライナ軍が全ての攻撃を撃退できているわけではありません。南北における攻撃だけではなく、町に対する直接攻撃においても、ロシア軍は戦車や装甲車といったものを前面に出して激しく攻撃を加えており、町の南側、郊外における陣地においてわずかながらでも前進を果たしたそうです。ロシア軍は継続的に町に対する攻撃と、それがうまくいかなかったとしても町を包囲できるようにと周辺部における戦いを進めるとみられ、かなりの力の入れようです。このような全面的な攻撃がどこまで続くかは、基本的にロシア側の方がこれほどのおびただしい数の被害を受けても、それでもなお戦力が続くかどうかにかかっています。バフムトを落とした時のように、被害を度外視してでもアウディイウカを落としにかかるのか、それともその前にウクライナ軍に撃退され続けることによって
そもそも攻めるだけの兵器類がなくなってしまうのかは、この後推移を見守っていく必要があります。続いて、南部戦線。アメリカが供与したエイタクムス。これを使って、ウクライナ軍がロシア軍のヘリ部隊の駐屯している飛行場を攻撃しました。その戦果報告が上がっているので、見ていきましょう。黒焦げになっているな、もしくはもう残骸しか残っていないなといったものは、完全に撃破された判定となっています。攻撃ヘリ計52と、その他ヘリもいくつか見られます。また、このような攻撃があってもなお、この飛行場に残っているヘリコプターについては、被害を受けているために飛び立つことができない状態なのではないかと考えられています。ですから、ここで赤い印が付けられている9機のヘリだけではなく、その他4機から5機のヘリコプターも使用不能になったと考えられます。ちなみに、ここで KA-52 の名前が入っているわけですが、このヘリは1機15億円程度と考えられていることから、1回の攻撃において数機のヘリを同時に撃破したということは、ロシア軍に対する打撃は凄まじいものとなります。また、こうした攻撃ヘリは前線近くでウクライナ軍の攻勢に対して待ち伏せしていることが多く、これが非常に強力な兵器として力を発揮していました。ですからこのようにヘリ部隊を一つ壊滅させたということは、同じような事例として前線近くにいる部隊はより遠くへと移動することになるでしょう。それは当然のようにロシア軍にとっては空軍からの支援が受けられないこととなり、同時にウクライナ軍にとっては領土奪還をする際に少し難易度が下がることとなります。なお、プーチン大統領はこうしたエイタクムスがアメリカから供与されたことに関して、これが戦局を変えるようなことはないと発言しています。もちろんプーチン大統領の言うように、これさえあればいきなり戦局が変わるといったものではありません。しかし、戦争というのは一つの要素が加わることによって確実にその影響は出るものです。今回ヘリ部隊一つが壊滅したことをプーチン大統領にしてみればそのぐらいと考えているかもしれませんが、このそれぐらいというものが積み重なることが戦争においては非常に重要なのです。最後に南部戦線、ヘルソン州ドニプロ川流域について見てみましょう。こちらはヘルソン市の周辺図です。ドニプロ川の西岸域はウクライナ軍が奪還を果たして、東岸においては現在もなおロシア軍が占領している状態です。川を渡るための橋や鉄道橋は落とされているので、ウクライナ軍の攻撃はボートなどで川を渡った上での奇襲作戦が主であり、戦車や装甲車といったものを渡して大規模に領土を取り戻すのが非常に難しい地域です。今回ウクライナ軍が川を渡ってポイマの辺りまで進出しているという話もあるわけですが、これは全体の状況から考えてもあくまでもゲリラ戦の影響出ないものとなるでしょう。ロシア軍の方が油断しているのであればどんどんと前進するわけですが、逆に言えばしっかりと守りを固めていたり部隊を張り付かせている場合においては、ウクライナ側は被害が出ないうちにさっさと帰ってしまうでしょう。しかしそれこそがゲリラ戦の一番大事なところで、油断している時に手痛い一撃を与えてさっさと帰るというのを繰り返すだけでも、守っている側の方は多くの兵士や兵器といったものをこの地に残しておかなければなりません。また繰り返しこのような奇襲などを繰り返すことによって神経をすり減らせるといったこともまた古来から続くゲリラ戦の常套手段です。東部戦線でのアウディウイカの戦いは明らかにロシア側は損害を度外視してでも攻めかかっている風に見えます。これはバフムト攻略の時と同じような姿勢であり、おそらくは軍事的な理由としてアウディウイカに攻めかかったのではなく、プーチン大統領のようないわゆる政治的な命令としてバフムトの次はアウディウイカだといったような至上命令が下っている可能性があります。だからこそ攻めかかって凄まじい損害を出しているんだけれども、それでもなお何度となく繰り返し攻撃するといった光景に突入しているのでしょう。ウクライナ軍の方としてもそのような損害を度外視するんだなというのを念頭に置いた上でアウディウイカをしっかりと守ってほしいものです。どうしても理論的に考えればこのような損害が出続けているのにまだ攻めかかってくるなんておかしいと思うわけですが、そのおかしいというものを体現しているのがロシアであり、軍事的な正しさではなく感情的になって攻めかかってくるぐらいの感じで対応することが必要なのでしょう。一方プーチン大統領がエイタクムスが戦場に現れたって全く影響がないと言っているわけなので、このような発言を逆手にとって
アメリカはさっさと射程300距離のバージョンの最近のものをウクライナに渡し、クリミア大橋を落としてしまうべきでしょう。というわけで今回の動画はここまで。日本の報道においても世界の報道においてもウクライナ情勢よりもイスラエル情勢だというような流れになっています。このように何か新しいことが起これば、侵略戦争が現在でも進行中であるというのにもかかわらず、関心が大きく移るわけです。このようなことは日本に対しても起こりうるんだということを念頭に置いて、事態の推移を見ておきましょう。例えば台湾有事だけではありません。日本に対する有事が発生した場合においても、やはり同じようにして他の場所で大きな出来事があれば、日本がどこかに攻められていたとしても、ああ、そんなことあったっけぐらいな感じで取り扱われる日が来るかもしれない。そのぐらい国際情勢や国際世論といったものは移ろいやすく、だからこそ日米同盟という抑止力だけに頼らず、日本は自分自身で国を守れる体制といったものを作っておくことが重要なわけです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメント、また役に立ったなという方はぜひともこのチャンネルを他の方にもお勧めしてください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。